DIY 教室、柄の入った生のり付き壁紙の貼り方。今回はこの壁に壁紙を貼っていきます。使う材料はレンガ柄の生のり付きビニール壁紙。こちらの道具を使って DIY します。まず古い壁紙を剥がしておきましょう。コンセントカバーを外して、壁紙の継ぎ目などからめくっていきましょう。上手に裏紙を残して剥がすことができれば下地処理が少なくて済みます。裏紙が剥がれた場合は浮いた部分を取り除き、パテと地べらを使って凹凸を埋め、平らな面を作ります。パテが乾いたら地べらやサンドペーパーを使って下地とのわずかな段差を削りましょう。壁紙を貼る面のサイズを測って必要な壁紙の数量を割り出します。柄の繰り返しを考えておくと無駄なくカットすることができます。縦リピート1回分長くカットしておくと貼るときに柄の位置調整が可能になります。壁際は約5センチずつ切り代を作るようにしましょう。壁紙の柄を上にして広げます。左右の端の耳という部分には天地を示す矢印やリピートの印があります。リピートの印を目安に柄をつなげる場合、天井側の柄を揃えるようにして上下約5センチずつ切り代を足してカットします。必要な枚数をカットしたらフィルムを剥がし床側から折りたたみます。1枚目をまっすぐ貼るための垂直な基準線を引きます。基準線の位置は柄の配置を考慮して決めます。貼る面の右端から測って基準線の印をつけます。つけた印から下げ振りで基準線を引きます。引いた基準線に合わせて1枚目の壁紙を貼っていきましょう。余裕を持たせて右側を仮張りします。壁紙の左端を基準線に合わせたら左端をハケでしっかり固定します。右側の仮張りを剥がして貼り直します。左から右、中央から外側へ向かってハケで空気を抜きながら貼っていきます。1枚を貼り付けたら右端のテープを取り除きます。次にヘラで角に筋目を入れます。上下と右端の壁際をカットしていきましょう。水に濡らしたスポンジで糊を取り除きます。さらに雑巾で拭き取ることで糊残りをなくしましょう。左端のテープを剥がして貼ります。1枚目の貼り付け完了です。コンセント部分は壁紙の上から位置を確かめて金具の形で切り抜きます。周りの空気を抜いて貼り付けましょう。壁紙を貼り終えた後にカバーを戻しましょう。
2枚目から柄がつながるように貼っていきます。2枚目の右端を1枚目の左端に重ね合わせて柄を揃えます。2枚目の左端は余裕を持たせて仮張りしましょう。上から下へ柄を揃えていきましょう。2枚目の右端をパタパタめくると柄が合っているか分かります。柄を合わせたら左側の仮張りを剥がして継ぎ目を軸に右から左へ貼っていきます。2枚目全体を貼ったら上下の切り代をカットします。カッターの刃は切れ味を保つためこまめに折るようにしましょう。次に柄を合わせた継ぎ目をカットしていきます。2枚目の耳から柄へ5ミリほど入ったラインに地べらを当てて重なった2枚の壁紙を一緒にカットしていきます。地べらを壁に強く押し当ててカッターを寝かせながらカットします。カッターの刃が壁と直角になるように当てましょう。重なっている上側の壁紙をめくってテープと下のカットした端を取り除きます。継ぎ目部分をローラーでしっかり圧着します。和紙テープの使い方。ジョイントカットの際に下地までカットしてしまった場合はそこから壁紙が割れてくることがあります。そんな時は和紙テープを使って割れを防止しましょう。ジョイントカットした後ローラーで圧着する前に両側の壁紙をそっとめくってカットライン上に和紙テープを貼ります。こうすることで下地を切ってしまっていても継ぎ目の割れをしっかり防止できます。壁紙だけをカットすることができれば必要ありませんがより丁寧にしっかり施工したい場合はおすすめです。あとは同じ手順を繰り返して貼り進めます。最後の1枚は壁際までの残り幅を測って残り幅に切り代約5センチを足してカットします。最後の1枚も柄を合わせて貼りましょう。上下と左端の壁際をカットします。最後のジョイントをカットしましょう。スポンジと雑巾で糊をしっかり拭き取ったら貼り付け完了です。